どうも、天田四郎です。初めての Adobe Premiere Elements 2020第3回目は基礎編としてガイドビューを使用して動画作成の一連の流れを簡単に学んでいきたいと思います。では早速行ってみましょう。Premiere Elements を起動するとこの画面が最初に出ます。そしてビデオ編集を学習の項目をクリックするとガイドビュー画面に切り替わります。なお上部のワークスペース切り替えボタンのガイドをクリックしても同じ画面に行きます。今回はビデオ編集を学習をクリックしてみます。そうするとこのビデオビュー画面に切り替わります。ワークスペース切り替えボタンの下に基本、微動調整、オーディオ調整、美しい編集という項目が並んでいます。ビデオ編集をしている際に操作がわからない時など、このガイドボタンを押してガイドビュー画面に切り替えてやりたい操作のチュートリアルを選んで操作方法を学ぶことができます。では基本項目のはじめにを選んでクリックしてみましょう。クリックするとエキスパート画面に切り替わります。そして操作方法のチュートリアル画面が出てきますので、その説明に従って操作していくと目的の操作ができます。ではチュートリアル画面の説明に従って操作していきたいと思います。下の次へをクリックして始めてみましょう。ビデオ追加ボタンをクリックしてビデオクリップを追加します。この中から編集したいメディアソースをクリックしてビデオクリップを読み込みます。今回はフォルダーに保存しておいたクリップを選択して編集してみたいと思います。追加したクリップはプロジェクトのアセットピンに保存されます。タイムラインのビデオ1トラックにクリップをドラッグ&ドロップします。そうすると動画クリップがタイムラインに配置されます。ビデオを表示するときはこれらのコントロールを使用して再生と一時停止を切り替えます。早送りや巻き戻しもできます。ビデオの下のフィルムストップ表示をタイムラインと呼びます。上部に青い三角形のついた赤い縦線は再生ヘッドです。再生ヘッドを左右に動かすことでビデオの各部をプレビューできます。タイムラインのズーム、下のタイムラインで表示をズームインしたりズームアウトして表示するビデオフレームの数を増減できます。スライダーを左右に動かして表示をズームアウト、右に動かしてズームインします。クリップのトリミング、必要に応じてビデオクリップの先頭または末尾でフレームをトリミングできます。手順として1、ビデオクリップをクリックして選択します。2、ビデオクリップの右隅をクリックして左方向にドラッグし、クリップの末尾部分を削除します。クリップの先頭でも同様の手順を繰り返します。
3、行ったトリミングの結果がタイムラインのクリップのプレビューに反映されます。クリップの分割。ビデオクリップを2つの個別のクリップに分割できます。再生ヘッド、赤い縦線をタイムライン上のビデオクリップを分割する位置に動かしてから再生ヘッドについているハサミのアイコンをクリックします。ビデオが2つのビデオクリップに分割され、それぞれ別々に調整できるようになります。クリップ間のトランジッションの作成。トランジッションとは、一つのビデオクリップから別のクリップに徐々に切り替えて両者を一つのムービーにする方法です。トランジッションを追加するには、まずアクションバーのトランジッションをクリックします。トランジッションパネルが開き、利用できるすべてのトランジッションオプションが表示されます。2つのクリップ間で使用するトランジッションをドラッグ&ドロップしてエフェクトを作成します。するとトランジッションの調整パネルが開きます。今回は何も調整せずにこのまま使用してみます。トランザクションの効果を確認するため再生してみます。うまく再生できました。ムービーを書き出し、ムービーの編集と作成が完了しました。すぐに書き出して友人や家族と共有できます。右上隅の書き出しと共有をクリックしてください。ローカルのコンピューターに書き出し、作成したムービーをビデオファイルとしてコンピューター上の指定した場所に素早く書き出すことができます。書き出しする際は自分の好きなファイル名をつけて書き出すことができます。そして保存を押すとファイルが保存されます。書き出しが終わり、これで作成したムービーが保存されます。以上がプレミアエレメンツ2020の編集の簡単な流れとなります。初めての Adobe Premiere Elements 2020、次回はトリミングと分割を学んでいきたいと思います。ヘッポコ動画でもよかったらチャンネル登録よろしくね。それからついでにグッドボタンもよろしく。